エコネこんばんは、はるけです。今回はミッドフィルダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を追加して更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、最新版のミッドフィルダー選手のティアリストになってます。前回と比べて、バーセのチーム2だったりとか、ゴラッソチーム1の選手たちを新しく入れているという風なことになってます。まずは D ですね。D はですね、こちら追加した選手はですね、バースデーのフォシュベリ、あとはですね、ゴラッソヒーローですかね、のデンプシーと、この2名になってます。また前回からバースデーのシュタッハかなを下げているという風なことになってますね。まずはバースデーフォシュベリーですね。この人はミニリリースでチーム2の時に来たんですけれども、そこまで強くはないですね。なんか普通というか、現環境の中で言っても新イベントで来たんですけど、そんなに強化されてなくって強くはないっていう風な感じですね。テクニカルのプラスとか今週のプラス持ってるってもう本当に素晴らしい。ここのプレイサルプラスに関してはもう全く問題なくてアドバンテージいいところだなっていう風に思うんですけど、あんまり使用感は良くなくって、かつ攻撃に出ていく際にもスピードがちょっと遅かったりとか、あとはシュートもねめっちゃうまいっていうほどではないですし、なかなかキャム選手、もしくは ST とかの選手としてはちょっと厳しいなという風なところですね。そして続いてゴラッソヒーローデンプシーですね。デンプシーはそれこそベースヒーローから比べるとすごく強化をされたんですけれども、今来る選手としてはちょっと強化の幅が甘いという風な感じですね。どうしても重さは残ってはいますし、全然強いレースも高いし、シュートもね決めきれる力持っていって、ラピュタのプラスとかスキルを持ち合わせはいるんですけれども、使いづらさっていうのがすごく、ある選手になりますので、合う人っていうのはねそこまでいない選手になりますね。全然ベースデンプシーからはすごく強くなって使えるようにはなったんですけれども、わざわざこの人選ばないかなっていう風な感じですね。そして続いては C ですね。C はですね、こちら追加した選手でいうと、ゴラッソヒーローのオコチャですかね。89のオコチャになってます。ミニリリースで登場したオコチャになるんですけれども、89と少し弱い方のね、オコチャになってます。ただ、ドリブルはすごく軽いです。かなり軽い。使用感本当にいいんですけど、それ以外があんまりっていう風な感じですかね。スピードとかドリブルっていうのは全然ある選手、スキル号もね、あって、ドリブラーの方には合うと思います。ただ、それ以外ですかね、パスももうちょっと上手くあった方がいいかなっていうようなところと、あとシュートもそこまで上手くはないっていう風な感じになります。なんで使うんだったらそれこそ超攻撃的な 3CM の一角だったらまだありかなっていう風な感じですけど、前線に配置するとドリブルとスピード以外はちょっと気にはなってしまうっていう風な選手になりますね。そして続いては B ですね。B はですね、こちら追加した選手で言うと、バースデーのラインデルスだったり、あとはゴラッソアイコンのオコチャですね。こちら90のバージョンになってます。この2名が追加した選手、あとは下げた選手何名かいまして、フューチャースターアイコンのジェラードだったりとか、あとはですね、チャルハノールかな。チャルハノールも下げました。ファンタジー FC ですね。で、あとは RTTF かなのペドリだったりとか、シャビシモンズも前回からだとこの B ランクに下げてます。まずは新選手、ラインデルスですね。バースデーの選手になるんですけど、かなりコスパはいいです。本当に能力のバランス良くって、ロングパスもうまくって、あとはインターセプトもついていたり、守備能力もある程度あるっていう風なことになってます。で、かつスキルもね5で、ドリブルもある程度軽いっていう風な選手になって、ペースもね速いんで普通に強い選手になりますね。バーセでかなり化けた選手で値段も安いんで、本当にコスパでおすすめになってます。3CM の一角だったらかなり生きる選手になりますし、セリエ A でそういう選手を求めている方だったりとか、あとはチャルハノールの代わりなんかもできる選手になりますので、十分スタメン級ですね。そして続いてはオコチャですね。ゴラッソヒーローで、先ほど89だったんですけれども、こちらは90という風なこと、あとは逆足が5になっていて、プレイサルプラスも変わっているという風なことですね。能力値自体はそこまで変わっては
ないんですけど、やっぱ逆足5という風な部分と、あとは今週のプラスだったりとか、あとはパス面のね、プレイスタイルついてるっていうのは素晴らしいので、ランク分け隔てても全然いいかなっていう風なところですね。あと89もね、そんなに使用感は悪くはない選手になるんで、そこから強くなったっていう風なことになりますね。ただやっぱり決定力もうちょっとあってほしかったなっていうのは思いますし、フィジカルもね、もう少し能力高くてもいいのかなっていう風には思ったりはします。あとパスもね、もうちょっと上手ければよかったっていうような感じになるんで、それこそアップグレードがもっとね、もうちょっとされていれば良かったかなっていう風な選手になります。ただ本当にスピード、スピードでドリブルかな。ドリブルが本当に軽いし、扱いがしやすい選手になるので、もう合う人はね、すごく合う選手になってますし、使いにくさは全くないっていう風な選手になりますね。そして続いては A ですね。A はですね、こちら新選手いますね。バースデーのフォーデンだったりとか、ロイス、あとはバースデーアイコン SBC で来ましたハジ、そしてバースデーのカゼミロだったりとか、ゴラッソアイコンですねのシャビアロンソをここに入れているという風な感じになってます。まずはバースデーフォーデンですね。かなりね、バースデーで強化をされた選手になります。スキル4逆足5という風なこと、あとは今週のプラスっていう風なこと、結構ねカーブ値とかロングシュート値、そもそも能力そこまで高くはないんですけれども、結構今週入りますよね。意外と能力以上に決めてくれるっていう風な選手になります。で、あとは守備もちょっとできるっていうのもいいポイントになりますし、パスとドリブルっていうのはめちゃくちゃうまい選手で、ペースもね上がったっていうところが非常に優秀な点ですね。あとはね、それこそフィジカルがもうちょっとあればっていう風に思うんですけれども、意外とそのドリブルの細かさとスピードでこう剥がせるっていう風な選手になってますね。 LMRW、LW にも置けるっていうところもね、非常にスカートの幅広がるなという風に思いますし、すごくありがたい選手になりますね。普通に強い選手になります。そして続いてはロイスですね。ロイスもかなり強くなりまして、スキルが5という風な選手になってますね。能力は、やっぱりもともと高い選手、そこから強化されたっていうことでバランスいい能力になってますね。プレイスタイルのところがもうちょっと違うのであればいいかな。トラップのプラスじゃなくってね、なんかテクニカルとか、それこそこの人も今週とかついていたらより驚異的な存在になれたかなというようなところですね。ただそれこそロイスを好きで使ってみたい、強いロイスを欲しいっていう方は非常におすすめな選手になってますし、逆にこの人はキャムだったりとか CF、LW、ちょっと ST とかCM とかつけていたらよかったかなってところですけれども、非常に、強い選手になってますので全然おすすめですね。そして続いては SBC で来ましたハジですね。ハジバースデーアイコンのハジになってます。かなりね化けましたね。本当にすごく強くなりましたし、特に守備が高くなったことで 3CM の一角を担えるようになったと。あとは44から55になってますので、非常にここも優秀ですね。また今週のプラスがついたことでカーブ値ロングシュート値も高いんで、全然打っていってもいいっていう風な選手になりますね。近距離の今週だったらもうほぼ入るっていうぐらいの力を持ってますし、単純に今週じゃなくってもファーに鋭いシュートを打つことできます。で、もともとペースも90あって、パスも上手くてドリブルも上手いっていう風な選手になるんで、すごく SBC 値段50万ぐらいで作れますけれども、作る価値は非常にある選手になって出てきましたね。そして続いてはバースデーカゼミロですね。カゼミロも非常に強化をされまして55になってます。特に逆足5がでかいかなと思いますね。ロングパスのプラスもついてますし、パスを振り分けるっていう風な意味でも両足蹴れるっていうのは素晴らしいですね。スキル5はね、結構カゼミロ重たいので、自分で運んでいったりとか、なんか剥がすみたいな選手ではないんで、スキル5はそこまでかなっていう風なことですね。ただ本当に今の現環境ね、何でもできるっていうボランチじゃないんですけど、本当守備戦みたいな感じになるんですけど、ただね、やっぱりその守備がすごく強いっていう風な感じです。フィジカルでは負けないし、しっかり取り切ってはくれる選手になります。あとはインターセプトとかブロックなんかついてるっていうのは素晴らしいですけれども、よりねここから予測とか
ジョッキとかがついていたら本当に素晴らしかったなっていうのは思います。ただ十分個人的には今の現環境は A ランクに入っててもおかしくないかなと思いますね。そして続いてはシャビアロンソですね。ゴラッソアイコンで強化をされました。それこそサンダーストラックのシャビアロンソはですね、多分前回だとね D とかに入れていた選手になるんですよ。なんで個人的にはかなり強化をされたっていう風に化けたって言ってもいいぐらいのランクの上がり方をしてると思います。 D から A なんでかなり強くなりました。特にペースの向上っていうのが非常に大きいですね。85まで行きましたし、あとはねインターセプトのプラスがついたっていうところも非常に素晴らしいですね。でまたロングパスのプラスがついていて、よりねパス面で困らないっていう風なことになります。あとシュートもね打てるようになったっていうのも大きいかな。本当にそれこそパスだけだった選手がいろんなことができるようになったっていう風な強化カードになってますね。守備も全然できるし、若干ねもうちょっと早ければいいなとか思ったりはするんですけど、ただ改善はされましたし、ドリブルもまだ持てるようにはなった。風見ろほど重くはないし、あとシュートもね打てる選手になってますので、十分強くなったなというふうには思います。非常にこの人も強いなと感じさせてくれる選手ですね。そして続いては S ですね。S はですね、こちらも追加した選手いますね。新しい選手が何名かいます。バースデーのゴレツカ、そしてバースデーアイコンのペレ、そしてバースデーのデヨング、そしてバースデー SB してきましたチュアメニ、そしてゴラッソアイコンですねのボビー・チャールトン、そしてバースデーアイコンピルロと、これらの選手を S に入れました。まずはバースデーゴレツカですかね。この人マジで強いね。ほんまに強くって、それこそ現代のフリットみたいな感じですかね。自分のイメージで言うとシュートもうまいし、パスも出せるし、守備はねめっちゃ強いし、ペースも速いっていう風な選手で、もともとねガタイが良くってでかい選手になるんで、インターセプトのプラスついたことでより足が伸びる選手になりましたね。本当に攻撃参加もできるでかい選手で、守備も全くサボらないっていう風な選手になりますし、ドリブル若干重たいかな。いやでもだいぶ改善はされましたんで、個人的には全然モテる選手になりますし、本当この人中盤にいたらすごくありがたいなっていう風な選手になってます。そして続いてバースデーアイコンペレですね。ペレもマジで強いね。それこそ今でもベースのペレ最強だと思ってますから、自分はそっからね2段階かな。ウィンターワールドカードでこのバースデーアイコンって2段階強化されて、もう最強以外何者でもないっていう風な感じ。この人持ったらもう勝たなあかんみたいなレベルの選手になってますね。テクニカルのプラスとドリブルの軽さっていうのがもうすごくこれ相まったらやばいなってことで、本当スキルをねありますけど、スキルいらないぐらいもずっとコントロールスプリントでいいっていうぐらいの選手にはなりますし、シュートもめっちゃうまいし、パスもめっちゃうまいし、普通にペースも速くって、なんか知らんけどちっちゃいけどフィジカルあるっていう風な選手になるんで、もう最強のキャム、前線 ST 全然もうどこでもできるっていう風な選手になってますね。そして続いてバースデーデヨングですね。この人もバースデーで強化をされまして、本当にこの人もありがたいなと思わせてくれる、そんな選手になってます。逆足が5になってよりねパス精度が生きる、そんな逆足精度になりました。あとはですね予測のプラス、ここついたのは非常にでかいと思います。この予測のプラスがついたっていう風なところで、しっかりタックルでも取り切れるようになった。もともと AI 非常に賢くっているとこめちゃくちゃいいのプラス、単純な取り切る力、刈り取る能力っていうのもしっかりついたっていうのはこのバースのデヨングになりますので、守備全く気にならないし、あとはドリブルの使用感の良さっていうのは本当に中盤の中で言ってもトップクラスになりますし、本当貴公子みたいな感じでボールをね振り分けながら自分で運べるっていう風な感じになります。またペースもね速くはなりましたし、あとシュートもねちょっと打てるようになってるっていうのもいいポイントになるので、もうめちゃくちゃ強い、もう最強中盤の一人になりますね。そして続いてはバースデーチュアメニですね。 SBC で来ましたチュアメニになってます。チュアメニもね守備戦の選手としてはめちゃくちゃ強いですね。それこそ風見ろの上位互換的なイメージが多分一番近いと
思います。ドリブルはね、若干重たいです。現環境の中でも若干重たいんですけれども、その分、恩恵がね、しっかりあるっていう風な選手になってます。で、ペースがね、速いので、本当にね、追いついていってフィジカルでゴリッと取れるっていうところが素晴らしいですね。かつインターセプトのプラスもね、ついたんで、その長い足を伸ばしてパスカットしてくれる場面非常に多くありますね。結構ね、人によったら、センターバックとかの方がもしかしたら合うかもしれないです。ドリブルの重さが気になる人はセンターバックに置いてみても、いいと思いますし、それぐらいね、守備は全然任せれる選手になってますので、非常にね、この人おすすめ。自分的にはちょっと値段高かったですけれども、作ってよかったかな、作った甲斐はあったかなと、作ってよかった選手ですね。そして続いては、チャールトンですね。ゴラッソアイコンで強化をされました。今作初特殊になります、チャールトン。言わずもがな最強ですね。スキル5ないだけですね。スキル5欲しいっていう方はチャールトン合わないと思いますけど、スキル4でも全然いいよっていう方は、最強ですね。もう何にもないわ。何にもないこいつは。もうテクニカル、全然軽いし、推進力もあるし、あとシュートの振りがやっぱ速いですよね。もともとね、身長もそこまで高い選手ではなくって、扱いがしやすいですし、相手を剥がしてシュートっていう、その振りが速かったり、決めきる力っていうのがあるので、めちゃくちゃおすすめな選手になってますね。パスもかなりうまいですし、本当にこの人も強すぎる選手になってますね。あとはやっぱり大体ポジションで CF しかついてないっていうところがちょっとスカットのね幅を狭めてしまうのかなっていうふうには思うんですけれども、ただ狭めてもいいぐらいめちゃくちゃ強いおすすめな選手になってますね。そして続いてバースデーアイコンのピルロですね。この人こそというか、この人もですねめちゃくちゃ化けてますよね。今作はセンチュリオンズのピルロが多分 SBC で来た時があったんですけれども、そっからねかなり強くなりました。特にペースがやっぱこの人めっちゃ上がってるっていうところがよくって、87まで上がっていて、でスキルも5になって55っていう風なとこ素晴らしいですし、パスもともとめっちゃうまいっていうところとテクニカルのプラスもついたんで、これやっぱ本当に大きい。パスももうめちゃくちゃうまいのにドリブルで運べるようになったっていうのがこのピルロになるんで、でかつシュートもかなりうまくなってます。冷静さも高いし、シュート力決定力も高いし、ドリブル軽い、パスもめっちゃうまい。もうピルロだから通ったもう臭いパス出せる。でスピードも速い。シュートも決めれる。で守備に関しても、普通に強いっていう風な選手。フィジカルこそないですけれどもインターセプトよくしてくれてますし、それこそこの人が守備のプレイスタイル、予測とか、あとはジョッキーとかブロックとかブルーザーとかインターセプトとかついてたら、もうほんと完璧でしたね。今作も完璧なピルロが誕生していたなっていう風なことになるんですけど、もう十分今の現環境本当に強い 3CM の一角を担える、そんな選手になってますし、かなり化けた選手でおすすめですね。もう十分余裕で S ランクになってます。こちらが最新版のミッドルダー選手のティアリストになってます。もちろんね、ここに入れてなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいねとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。